究極の普通っていう感じがするんですよ。はいはいはい。この車乗ると、その普通っていうのが、はい。こう個性だなっていうのを感じるようになりました。ボーイズ&ユルス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？野村と言います。年齢は？57歳です。お仕事は？美容関係の仕事してます。お住まいは？福岡県です。家族構成は？妻と、息子と、猫が4匹。猫4匹。はい。うわー、羨ましい。僕猫大好きでございます。そしてこちら車何でしょうか？フォルクスワーゲンのゴルフカブリオです。そうですかね。4代目というのか、はい、それのカブリオ、年式は？2001年です。2001年のゴルフカブリオと野村さんで今日は福岡からお届けします。野村さん、愛車遍歴を教えてください。はい、免許取って初めが、はい、セリカの WX、リトラクタブルのやつ。はいはい、かっこいい。それから、クレスタでソアラ、はい、でまたクレスタに行って、はい、日産のフェアレディ Z、はいはいはい、フォードのレーザーでユーノスロードスター、はい、これ初代ですね。はいはい。とマーク2とチェイサー。ああ、なるほど。でそれから輸入車に行って、アルファロメオの156、これツインスパークですね。はいはいはい。でそれから、トヨタのラブ4戻った。はい。戻った。そうです。でそれからまたアルファロメオの156の、はい、直噴の分に戻って、はい、でベンツの B クラス。それからポルシェのボクスター、はい、987ですね。はい、それからアルファロメオの159、はい、それからアウディ TT、はい、それからポルシェの997のカレラ S、それから C の63、あらら、はい、とポルシェの981のボクスターです。はい。とアルファロメオのジュリエッタ。はい、結構アルファロメオがまた来ました。とレンジローバースポーツ。初めてのイギリス車かな。でそしてアストンマーチンに初めて行って、でバンテージ。イギリス行ったんですね。それで。でアストンマーチンのラピード。わお。はい。とシトロエンの C3。急にそっち。はい。アストンマーチンのまた DB11。わあ、すごい。とフィアットの500。ああ。アストンマーチンのまたバンキッシュ。DS7。あ、フランスですね。シトロエン。はい。とフェラーリのポルトフィーノ。わお。初めてのフェラーリです。やばい。マクラーレンの 720S。おお、すごい続きますね。はい。ボルボのこれはセダンのS90。はい。とマセラティのグランカブリオ。出た。BMW の 440i グランクーペ。初 BM ですか？はい。とポルシェのパナメーラのスポーツツーリスモのこれはターボです。ほえ。メルセデスのAMG のS63 のカブリオレ。すごっ。とマクラーレン GT。上乗ってみたい。とアルピナの D5。乗りたい。とアストンマーチンのまた今度は DBX。おお、スペースカー。とポルシェのタイカン GTS。わあ、体感したい。はい。と BMW の X6M。おお。そして今この乗ってるフォルクスワーゲンのゴルフカブリオ。ちょっと待ってくださいね。もう何台か数えられませんでしたが、でもこれ1台じゃないですね。さっきね、待ち合わせの時にちょっとガレージから車が覗いてましたけど。そうなんですよ。ポルシェの、タイカンの 4S に変わって、それとアストンマーチンの、バンキッシュボランテ。とこれ3台待ち。そうですね。すごいラインナップだと思うんですけど、急にこの車が出てきたらなんか理由があると思うんで、それはちょっと探ってみましょう。野村さん、なんでこの車にしたんですか？今までに全くない価値観の車を提案されて、それがすごく響いたんですよね。提案してくれた方がいたんですか？いや、そうなんですよ。親友の車屋さんをやってる方がいて。なんていうお店ですか？レセンスです。それはどんな提案だったんですか？このゴルフを山あいの中に持ち込んで、このホロの上にワイングラスを並べている写真見せられて、なんかすごいイメージが膨らんで、もうイチコロでした。あ、確かにそういう使い方の提案、ライフスタイルの提案みたいなのって面白いですね。どうですか、野村さん、ゴルフ乗ってみて。これすごくやっぱり懐かしい感じがするんですよね。でアナログな感じが逆に今となってはすごい新鮮に感じます。ああ、なるほど、いいですね。ポルシェのタイカンがあるじゃないですか。であれはすごく最新な感じがして、そのゴルフとのギャップ、コントラストがついて
お互いのこう車のこう良さがよりこう際立つ感じがするんですよね、この2台があると。でこの車ってすごく究極の普通っていう感じがするんですよ。はいはいはい。この車乗るとその普通っていうのが、はい、味の薄さもこう個性だなっていうのを感じるようになります。じゃあこの車を提案されて購入することによって、この普通の良さまでもそうなんですよ。浮き彫りになって、はい、ああいいですね。それは屋根が開くことに関してはどうですか？オープンって入ってくるこう情報量がこう五感に伝わる感じがすごく増えるじゃないですか。確かにこう風とか、はい、もう匂いも音も、うん、でも見えるこう風景もこうガラッと変わるんでですね。響くっていうか、いいですね。だからこの車は結構こう意外に普通とは言いながら五感にすごく響くんですよね。なるほどなるほど。絶妙です。絶妙ということです。ここはちょっとみたいなことありますか？エアコンの効きがすごい悪くて、ははは。今年はすごい暑かったじゃないですか。ですね。でも多分エアコンだけじゃなくて多分断熱がちょっと弱いと思うんですよね。なるほど。ですがオープンの季節も到来しましたね。今日は超オープン日和でございます。そろそろドライブ行きましょうか。はい、お願いします。じゃあ行ってきます。はい、乗り出しましたよ。僕は実はね、野村さん、ゴルフ4はバリアントワゴン、マジですか？乗ってました、昔。なんか結構乗り心地良くないですか？そう、意外にいいんですよこれね。なんかスムーズにスーッと今走り出して。でもこう結構やっぱりこう曲がったり、さっき話したみたいに、こうよっこいしょってしないと車がついてこない感じが、今の車やっぱり全部やってくれるじゃないですか。ちょっとじゃあ重ため。重いですし、ある意味ニュートラル、そんな感じします。でもこの普通の感じがいいんじゃないですか？フロント入らないぞみたいな。おっといいですね。曲げてるって感じがして。そこです。はい。他の車と違っていいんじゃないですかね。新鮮な感じです。でも昔の車って全部こんな感じですよね。で、もともと好きだったんですか？子供の時から車が。結構車っていう乗り物系がすごく好きで、トラックとかブルドーザーとか、だから結構ちっちゃい頃はああいうおもちゃですごい遊んでましたね。あ、そうなんですか。なんかそれきっかけあったんですか？でうちがこう土木系の仕事してて、でこういつもこうそばにあったっていうのが大きくて、でも子供なんで乗れないじゃないですか。もちろんだからおもちゃでこう乗った気分になってて。そうだったんですね。じゃあそういう働く車がずっと好きだったんですか？やっぱり小学校ぐらいの時にスーパーカーブームが来て、なるほど。あそこでやっぱりこうそういうこう働く車からちょっとかっこいい車っていうのに、なるほど、なんか刷り込まれて移行したわけですね。特にどんなスーパーカー好きでした？フェラーリの512。あそこら辺がやっぱすごくかっこよく感じて。まだそれは乗ってないですよね。いや、ちょっとなかなか乗れないですね。ちょっと度胸がちょっとここまでいかないですね。お父さんはどんな車乗ってらっしゃったんですか？父は物心ついた時は日産プリンスのグロリア。丸めの縦めのやつですか？そう。他にはどんな車お父さんは？あとはマスタングとか、リンカーンコンチネンタル。昔あったじゃないですか。ありますよ。トランクにこうなんかポポポポポこの半円形がついたやつ。ありましたね。ジャガーの XJ とか結構輸入車が多かったんで、やっぱその影響がありますよね今に。なるほど。じゃあもうお父様からの英才教育もある。結構お父様も乗り換えられてて、野村さん自身も結構乗り換えられてるじゃないですか。かなりリッチな方なのかなっていう。でもこう妻の理解が大きいっていうのがあって、やっぱりこうギリギリこうできる範囲の中で、やりたいことやって、でそしてこう納得した人生を送ったらいいんじゃないって言ってくれるんで。いいですね。もうさっきちょっと言葉ギリギリとおっしゃいましたけど、そんなに超余裕があって。いや余裕はないです。もう車に全振りかもしれない。なるほど。ということで僕もちょっと安心しました。どんな方におすすめしたいとかあります？例えばこの車ですけど、輸入車にこう興味が出てきた人とか。なるほど。でやっぱこう値段も手頃じゃないですか。そうですよね。入りやすいし、やっぱりオープンっていうのはこうさっき言ったみたいに五感に入ってくる情報量がガッて上がってすごく刺激が入ってくるんで。なるほど。ちょっと夏は大変でしたが、夏は結構きつい。これからバッチリシーズン到来で、真冬でも結構乗れるじゃないですか。そう、意外にオープンってね、
真夏以外は行けますもんね。そう、オープンカーって夏に乗るものって思ってらっしゃる方結構多いんですけど、逆に夏って暑くて開けられないじゃないですか。夏だけは一番きついですよね。冬は足からね暖かいの出してでシートヒーターつけて、そうそう、シートヒーターつけて乗ると結構ねいけますよね。露天風呂なんていう方多いですけどこれからの季節におすすめでございますね。オープンカー悩んでる方、秋口に購入されるといいと思います。じゃあ出発進行。お願いします。はい、ということで僕もこの車を持ってたのは何年前かな、10年以上前なので、あれ軽いですね。こんなんだったっけな。ちょっと感じ違います。なんか軽やかな気がします。マジで。ハンドルの感じも懐かしいし、確かにこう全然クイックじゃない感じがいいですね。ハンドルがね。これだから野村さんにとって何十代目の車かちょっともう分かんないですけど。数えたんですけど。何台でした？44台。44台、すごいな。もちろん全部自分で選んできたわけですよね、車って。大体そうなんですけど、でも最近は結構さっき言ったその友達のエセンスの提案が結構。あ、そうなんですか。そうか、これも提案されたんですもんね。そうなんです。気づいてないような世界を見せてくれるんですよ。なるほどなるほど。だからこう意外にこう興味が今まで全くなかったものをハッとさせられて、でやっぱり入ってみるとやっぱりそれぞれこう魅力があるじゃないですか、車って。なるほど。じゃあ完全にノーマークの車をこう提案されたりするわけですよね。結構あるんですよ。で昔はやっぱそういうのされても、バッとこうシャッターするところがあったんですけど、そうなんですね。でもやっぱりこう入っていくと、全然こうもう見える世界が変わるじゃないですか。価値観を書き換えられるっていうか、他のことにも結構そうやってつながる気がしません？わかります。物の見方がやっぱり変わってくるし、すごくこういい提案をしてもらえて、もう人生自体が変わった気がしますよね。おお、なるほど。レセンスさんのラインナップ見てたら、もう古今東西新旧問わずね、セレクトショップのような、なんかあんまり感じたことのない選び方で、多分ショールームなんか行ったらワクワクしそうだなと思って。最高ですか？いや本当マジで最高。その提案されてきた車あるじゃないですか。その中でこう来たかこう来たかみたいな、なんかこれ塗ったからこの良さ分かったみたいな、そういう話とかってあったりするんですか？一つ一つで見ると多分こう分かりにくいと思うんですよ。流れでいくと、例えばこう、アストンマーティンのラピードから DB11 に行ったんですよ、現代の。それに乗ってやっぱすごくいいなって感じたんですけど、それからまたその次って僕はアストンマーティンバンキッシュ売ってるんですね。だから戻ってるんですよね。でも DB11 が入ったことで、また一個手前のバンキッシュの良さがよりこう際立つし、その DB11 の現代のアストンマーティンの良さっていうのもよりこう浮き彫りになってくるっていうのは、やっぱりそのこう提案のこう並び順とかっていうのでも提案の仕方がすごい絶妙で、こう全然こう今までこうあまりこう興味がなかったような車の提案っていうのも、一瞬やっぱドキッとするけど、入ってみるとはぁってなる。なるほどね。ハッとさせられるわけですね。ハッとさせられますよ。本当に。それはめちゃくちゃいいですね。ということで今回は、出ていただいた野村さんにボーイズ&ビーズのステッカーを差し上げますので、ありがとうございます。貼りますこれ。ありがとうございます。でも車に貼っちゃうとすぐ乗り換えちゃうかもしれないから、ちょっと別のとこ貼ってくださいね。はい、戻ってまいりました。もう最高のオープン日和で楽しかったですね。めちゃくちゃいいです。もうね、前に乗ってもいいし、後ろの席ももっと気持ちいい。風と景色が全部浴びられて五感で感じられる最高の車でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。フォルクスワーゲンゴルフカブリオ100点満点中何点でしょうか？100点って言いたいんですけど、90点ですね。90点、その理由はエアコンですかね。なるほど。夏ちょっと暑かったかなと。結構辛い。ということは今からの季節はほぼ100点になると。もう100点ですね。ね、そういうことになりますね。じゃあこのゴルフカブリオ乗り続けますか？気に入ってるんですけど、多分僕の感じからするとそうですよね。そうなんですよね。多分もごもごって感じ。ですが今は100点で気に入ってらっしゃるということでございます。今回は野村さんとフォルクスワーゲンゴルフカブリオで福岡県からお届けしました。ボーイズ&ビーズ TV また見てください。バイバイ。
いいオープンカーいいですよ皆さん。